はい、タミヤさんの新作、ファイターネクスジェンを、いち早く作ってくれた方がいます。誰でしょうか？なぎさんです。なんとなぎさんが、一番ラジコンメインでやってる方よりも先にね作ってくれましたファイターネクスジェンですね。 DT04 という形になっております。でとりあえず今これは説明書通りのショートホイールベース仕様ですね。だから、このプレートとかも含めて全部ノーマル状態、オイルもキット付属の状態で作ったって感じだね、はいはい、一応ドライバーがまだちょっと間に合わなかったけど、すいません、で一応ボディもね本当は真っ白ですけど、赤く塗ってきたという形になっております。でショートホイールと、ロングホイールベースね、ここのササム逆にひっくり返してっていう形になっておると思うんですけども、これ一応ショートの方でやってもらってますね。だから、ショートと言いつつも、ここに私のホーネットエボがありますけれども、ホーネットエボと比べるとショートと言いつつもちょっと短いんだよね。エボの方が短いですね。そう、エボの方が短い。だけどまあもともと DT03 か DT03 のホイールベースはね、ジェノバよりさっきのジェノバよりも長いぐらいになるので、だいぶ直進安定性はあるんだけど、なんじゃなく狭いコースで走るとねちょっと曲がらないっていうのがあったんですけども、でモーターのこちらのやつはもう昔から使われている DT03 からね、まあその前から使われてるんですけども、これはホーネットエボとかと実は一緒なんです。おお、本当だ、一緒ですね。うん、一緒。最近はねこれを使用してるのかな、タミヤさん。まあスペアパーツとかも共有で使えるし、あとなぜこれ耐久度がやっぱりしっかりしてるので、やっぱりそこら辺安心感があるから使ってきたのかなと思います。で、ポイントとなる、シャーシーですけれども、このメインは後ろの黒いシャーシーで、前のこのシルバーになっているところは別パーツだよね、はい、でまあなぎさんあんまり知らないと思うので説明しますけれども、はい、全くわからない。ここのねスキット角と言われている斜めにササームが、そのまま真正面にこう動くよりもこういう形、まあ、スキットって聞いたことあるよね、ミニ四駆でね、でまあ、要は斜めにアプローチする形になっているんで、要はギャップをこう迎えやすい。そうですね。これがこういうサスアームになってるとギャップが当たった時にバン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 って跳ねてしまうと。簡単に言うとね、一輪車と、例えばアメリカンバイク的なやつ、要はスポークがめちゃくちゃこう斜めに入ってるやつとまっすぐに入ってるやつみたいな形のイメージで、この軸の動きが斜め上にこれはこう上がると。でこれがあんまりないやつは真上に上がるという形になるので、バギーはねやっぱりこういう形の方が安定はするので、一応ここら辺も考えてるかなと思います。で実際ねホーネットエボね、ホイールシャーシーはね変えてなかったんだけど、ここのパーツでわざとそれできるようにしてるんですね。わかる？こっち、はい、斜めに角についてますね。なんていうんだ、ミニ四駆でいうとMA の下にブレーキプレート貼るかのような斜め角確かに斜め角でしょ、そういう感じになってる。わざとこれはシャーシー一緒だから。でこっちの方はメインシャーシー違うっていう形になってるんでね。で、ナギさん知ってたかな、これなんでここに穴開いてんのって。いや、わかんないです。なんか変だよね。なんかでも店長前言われてましたよね。そう、これね実はね上位機種の BBX っていう車のギアボックスがつく穴位置でございます。でこれがつくとなるとこのギアボックスの半分以下の大きさになるんで、それはそれですごくレーシーな雰囲気がなおさら出るのかなと思います。で一応あれだっけ、ステアリングのこことかもターンバックルついてるし、はい、付属でちゃんとつそうだよいてます。ね。なんかアッパームとかもなんかなってたよね、確かね。ターンバックルタイプにするか、ノーマルの足をつけるかという感じで、まあ簡単にどうでした？作ってみて。私そんなにまだね、バギーって何作ったんだっけ？グラスホッパー2とエアラバンテとこれで3代目です、ね。はいはいはい。初心者だよね。はい。なんですけど、まあ大体それでもメカ積んで4時間5時間ぐらい。5時間ぐらい。はいはいはい。ボディ塗装とかは関係ない。関係なしで、はい。それは隙間時間でやって。
ただそんなに難しく感じないかそうですね。どっちかといえばラジコンというよりはプラモデル作ってるような、うん、こうパーツがこうアーマーみたいな感じになってるんで、ボディがボディっぽくないもんね、なんかね、はいそんな感じで作れましたね。難しさはあまり全くないです。感じなかったと、まあ初心者向けに作ってるだけあってやっぱりちょっと作ったことがある。まあもともとナイフさんミニ四駆作ってるからね、まあちょっと機械系とかそうだね、触ってるかから問題ない全と思う然楽勝で作れると思う。で、結構ねボディのこのパーツがパーツバラバラになるでしょ。あ、そうですこれが1パーツそうです。そこが1パーツですね。こでの赤い部分ですそうだよね、はい、でここも1個これも1パーツで上はここが、うんこれが1パーツなんですよ。ここがここがこっちは関係ない。こっちはまた別のパーツです。これマウントみたいな感じでなるほど。下にこのスイッチついてるものですね、それとこの上のちょっとしたこのカウルみたいな感じのがまた2つ別パーツで結構バラバラなんだね。結構バッテリーの取り外しの仕方見せてもらってもはい、横のピンをまず外します。このロックをオープンに縦にします。それと MS のスイッチパーッと開くので、本来はここにドライバーが乗ってるので、スライドさせてで取るみたいな、こういう感じです。ああ、なるほどなるほど。まあそんなにあれか。まあでもスポンって外す感じではないけど、そうです、そんなに面倒くさい話でもないよね。ちょっとここ足りなかったんですよ、純正のウレタンだと。これちょっとブレーキ、すみません、ミニ四駆のブレーキ3ミリ詰めてるんですけど、同じタミヤなんで何も問題ないと思う。これでちょっと固定されるから、これがないとちょっとガポガポ動いたので、そこら辺はね、いっぱいあるからね。ミニ四駆のブレーキいっぱいあるもんね。はい、そうです、いっぱいあります。なるほど。そんな感じですね。あと私が見た感じでは、フロントのね、フロントのこのダンパーステーの場所が、まあ今までのバギーって結構ここからこういう感じでこうついてるのが多いんだよね。もっとなんていうの、本体寄りな感じなバギーのダンパーの場所が多かったんだけど、これ結構離してるんだよね。で離してダンパーをそんなにでかくしなくてもできるような感じ。あと説明書通りなのか分かんないですけど、この車高もねノーマルのバギーの車高にしてはちょっと低いかなというのもあるんだけど、これ多分外でね草むらの中でやる場合はここにスペーサーを入れたりとかしてもうちょっと車高、そうだね、手入るぐらいが外でやる場合にはちょうどいいかなと思いますね。ただもうねちょっと気になるのはここがどのぐらいの強度なのかな。バギーってこれガーンってひっくり返るでしょ。でここは当たるんだよね、タイヤよりでかいから。そこがね、ここがまあ壊れる分にはまだ交換楽だけど、ここ行かなければいいかなっていう未来予想かな。足はねこれ強いんですよ。これ行くって言ったらもう素晴らしいですで、あとね実はね、なぎさんあんまり知らないと思うんですけど、これ六角ハブでフロントついてるんですけど、フロントホイールで、これ昔のタイプってここベアリングになってるんですよ。でこの六角のハブつけれるのが多分最近の、ホイールのタイプになってて、で実はこのナックルが、前のDT0302 とかにも使える形になってるんで、実はこのナックルだけ変えるだけでもね六角ハブを昔のやつにつけれるっていうことで、今回はそこのパーツもかなり注目を集めてるという形になっておりますね。でも本当作った感じのこのなんじゃ低さとこのちょっとした武骨さ、そうですね、結構これ嫌いじゃない人多いよね。かっこいいと思う。開けちゃってね。ホーネットエボもねやっぱりこだわりのホーネットのボディにホーネットのシャーシで、タイヤを使ってるこのホーネットエボのねこだわりっていうのがやっぱり見えたんですけども、今回の DT04 のファイターネクスジュンはなんか買った方々がいろんなパターンで楽しんでもらいたいなっていうのがなんかかなり見えますね。タミヤさんの方で自分好みのなんか車にしてくださいみたいな、このボディとかとしてねサンドバイパーとかのボディも乗ります。ですのでかなりこれサンドバイパーのボディ乗っけて BBX の例えばギアボックス乗っけたら最軽量の肉バギーができるんじゃないかなと思って、かなりでうちみたいな冬ね
やってるコースとかは、はいはいはい、狭いじゃないですか。で狭いコースでジャンプ台もちょっとあるから、それもしかしたら最強マシンになるんじゃないかなっていう感じもしないでもないかなと。まあもともとねどこでも走らせれるような形でタミヤさんももちろん作ってるし、まあ、ボディマウントの場所もねいろんなところでなんかつけたりとかして、まあ、違うなんかボディ乗っけたりとかしたりとか、まあ、ホイールも含めてタイヤも含めていろいろ遊べるような、ベースを、わざわざ作ってくれたシャーシということで、このねテイストでね、まあ、ミニ四駆もねこのテイストでシャーシ作ってくれればね面白いなと思うんですけどね。まあ、ラジコンの方では、こういう形の DT04 が出て、でまあ今ね、ツーリングの方はTT02 っていうのが4駆では当たり前なんですけど、なぎさん知ってるかな BT01 って前輪と後輪駆動変えれるやつですね。そうあれもね、一つのその楽しみを提供してるんだよね。リア駆動リアモーターとかフロントモーターリア駆動フロントモーターフロント駆動とかっていうのもお客さんのそのものに応じて楽しんでもらえるという形があるんで、まあ、そのバギーの部分でねもちろんこれフロントモーターリア駆動とかそういうのはちょっとできないけど、まあそのもろもろがいろいろ楽しめるよって余白を残してある、ラジコンだと。前もってね発売される前にいろんな動画さん見させてもらったんですけど、皆さんねそうやって余白を残したという形を言ってるのがモノホンを見てねちょっと本当によく分かったなと思いますね。あとはまあ軽くちょっと走らせてみてという感じにしましょうかね。はい、はい、なぎさんわざわざありがとうございます。いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、それでは、新製品のファイターネクスジェンの、走行動画ね、ジャンプ台ちょっとないんでね、普通に軽く走ってもらいます。なぎさんどうぞ。はい、頑張ります。ゆっくりでいいですからね。いきなり？なぎさんもともとあれだっけ？グラスホッパー持ってますもんね。はい、はい、肉はグラスホッパーです。はい。グラスホッパーに比べると全然曲がる。まあ比べたらダメなんだけどね。結構クイックな感じするね。はい、クイックですね。スロットルを切った時がすごいキュッと回るような。はいはい。別にねこのコースでもアンダーになってるような感じじゃないもんね。はい。じゃあちょっと私変わって運転させてもらってもよかったですか？大丈夫です。カメラも変わってもらっていいですか？はい。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ失礼します。はい。じゃあファイターネクストで行きましょお願いします。う。ノーマルタイヤ、ノーマル、ドノーマルです。ノーマルモーターです。運転しやすいね。運転しやすい。変なあれだね、ツーリングで走るそうですね。私もなんかうちの TT02 よりも走りやすい。素直ですか？フロントタイヤはそんなに食うタイヤじゃないんだけど、ハンドルが結構切れてるから、ちゃんと曲がってくれるね。はい。後ろですごい音してる。なるほど。はい。基本的に今運転させてもらったんですけど、すごく素直な、マシンだなと思います。でタイヤもねノーマルの状態ですので、これよりも効くフロントタイヤもあるし、後ろのタイヤもねいろんな、タミヤのやつだけだとしても結構いろいろありますんでね、そっちの方比べても、あとダンパーとかもね今平面だったんであれですけど、平面しっかり走れない車が悪路ね走れるはずもないので、素晴らしくいいマシンだなと思いました。なぎさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。